皆さんこんにちは、僕のガレージへようこそ。このチャンネルではですね、脱サラして暇になったおじさんがこれまで集めたいろんなポンコツをですねコツコツ直して路上復帰させていくという、そういう地味な企画をやっていきたいなというふうに思っております。で、今日第1回目なんですけれども、1回目のネタはこちら、1964年型目黒スタミナ K1500 ですね。目黒って言っても今若い人は何ですかそれっていう感じだと思うんですけれども、目黒製作所は戦前から60年代まで、日本に存在した二輪車メーカーで、平たく言うとですね、これは今の川崎の W800 とかのご先祖様になりますね。で、60年代に小型車中型車のブームに、いまいち乗り切れなかった目黒はですね、残念ながら川崎に吸収される形でなくなってしまったんですけれども、この K1 をはじめとしてこの後 K2 っていうのがありましてですね、でその後が有名な川崎 W1 につながっていくわけですね。聞いた話によるとこの K1 とかも当時今でいうと初任給でスライドすると多分400〜500万とかの価格をするバイクだったんですね。売れるわけがないんですよ当時そういうのが。なので、目黒のほとんどの、大口のお客さんっていうのは実は警察の白バイだったらしいですね。で、私の目黒も、ご多分に漏れず元白バイということらしいので、1964年、前回の東京オリンピックの時に使われていた白バイですね。なので、2020年東京オリンピックがやってきますので、2020年のオリンピックにまたこれに乗って出かけられれば面白いかなと思ってちょこちょこ直していきたいななんていうふうに思っております。はい。で、目黒っていうのはBSA のコピーというふうに一般的には言われてるんですけれども、実際、僕の目黒もですね、なので BSA の A7 とか、なんかその辺によく似てるなと思うところがあります。例えばですね、シフトが今時のバイクと違ってシフトペダルが右側ですね、右シフトですね。で、あとはキャブレターはですね、ノートンとか BSA とかトライアンフとかああいうバイクによくついてるアマルっていうイギリスのキャブレターがあるんですけれども、そのアマルキャブレターの、ライセンス品、当時三国が作っていたライセンス品のキャブレターがついていますね。で、フロントフェンダーにねついてる風切りというかナンバープレートというか、そういうのを見ても分かるように結構いにしえのイギリスのバイク風のなかなかおしゃれなバイクかなというふうには思ってますけれども、持ってきてからねもう2年ぐらい経つのかな。で、それなりに走ってたんですけど、ちょっとですねエンジンが温まったりとか、高速走行した後ですね、なんかね結構調子が悪いんですよ。で、アイドリングが落ち着かなかったり、結構タペットもガチャガチャ打ってたりするんで、ちょっと乗らなくなっちゃってですね、車検が切れちゃったんで、今回ちょっとちゃんと一通り手を入れてですね、車検を取れるようにしてまた乗り回したいなというふうに思ってます。で、ガソリンエンジンの基本で、良い混合機、良い圧縮、良い火花ですね。で、混合機はキャブレーター、圧縮はエンジンは動いてたんで多分大丈夫だと思うんですけど、タペットとかちょっと見てあげたりして、で火花は点火ですねを見てあげれば多分それでちゃんと走れるようになるんじゃないかなというふうに思ってます。で、車検取るにはライトが暗いとか問題もいろいろあるんですけれどもね、ちょっとその辺はおいおいつっついていきたいなというふうに思っております。はい。じゃあちょっと今日はまずキャブレターを分解してですね、ちょっと中がどうなってるか見てみて、で様子を見てみたいなというふうに思ってます。ですね、キャブレターをこう外してみて、オーバーホールしようと思ってキャブレター外してみたんですけど、ちょっとね分解してみたんですけど、これがねちょっといけてない。これキャブレターのいわゆるこうスライドバルブなんですけれども、もうねひどいギタギタですね。で、このちょうど修道部とかがちょっとなんか溶けたみたいになっちゃってるんですけど、なんか調子が悪かった理由はこれかなっていう感じですね。思った以上にめげちゃってますね。
でまあ中の部品もちょっとね見てみたんですけど、これは残念ながらちょっと寿命ですね。これちなみにこのアマルのライセンス品で三國が作ってたって言いましたけど、アマル392って書いてあるじゃないですか。こう392っていうのは三國のダジャレらしいですよそんなとこ洒落てんのかよって感じですけど、まあ、ね、いずれにしてもちょっとこのキャブレターはねもうダメだ。こう残念。できればちょっとオリジナルを生かしてですね直していきたいんですけど、ちょっとここまでこう金属部分がこうなんですかね、溶けたのかかじったのかよくわからないんですけれども、まあ1964年から使われてきたオリジナルの部品なんでいろいろあるかなと思いますけれども、まあひどい傷み方をしていて、おそらくですねうちに来た時からこう高速走った後に調子が悪いとかっていうのは、まあなんか熱膨張するところに影響がありそうだなとはずっと思ってたんですけど、これだろうなきっとな。だからこうちょっとなんか傷んでるんでいろんなとこからエア吸っちゃってて、でまあ温まってきてこうキャブが膨張したりとかするとですねますます調子が悪くなると。いくらアイデリングで調整しても走った後悪くなるっていうのをずっと繰り返してたのかもしれないですね。残念。ちょっと簡単にキャブレターのオーバーホールして治るかなというふうに思ってたんですけどね、ちょっとそういうわけにはいかなそうな感じですね。まあ、同じ三國のライセンスのキャブレターを中古で探すっていう手もあるんですけど、結構まあそれはなかなか大変な話なんで、まあアマルのこのモノブロックっていうキャブレターはですね今も再生産品ですね、英国アマルの再生産品っていうのは手に入るんですけれども、まあちょっとあんまり実はなんか再生産品の品質が良くないっていう噂も聞いたりとかするんでね、どうするかちょっと考えたいと思いますね。ちょっと難しくなってきた。まあ次回までにちょっとこの処遇を考えたいというふうに思ってます。